ははゴールドシチーさんだ。綺麗。サインもらえないかな。制服に書いてもらおうか。それは待とう。ねえ、隣いい？おお、ええで。座り座り。ありがとう。しかし相変わらず目立ってんな。注目の的やん。この状況で言われると複雑な気分だね。というか、あ、どうしたのその量。普段全然食べないのに、次の天皇賞のことばっか考えて自分のキャラ忘れちゃったの？そうかもしれんな。本日のメインレース、毎日王冠。まもなく選手たちがパドックに登場します。今回のレースは秋の天皇賞タマモクロス戦を見据えてのレースだが、はっきり言おう、勝つことが最低条件。ここで負けたら天皇賞には出せん。遠くなって明かりは無償。昔はいつも眩しくて遠くなって私は心揺らいでる。もう嘘は聞こえなくて、想像の先端に立って戻らないと笑った。そうだ、震えていた声は無しゃぶりの訪れ。物語の手綱を解いて行けとしけるものは浮かべる。神がかりの晴れの舞台で私が私も追い抜き去ってく。さあ、お待たせしました。パドックです。中山でマイルの日本レコードを叩き出した名女優ダイナムヒロイン。ロングリブフリー。天皇賞春ではタマモクロスに次いで2着。秋では一矢報いた一中とこか。天皇賞本番でもレースを引っ張ると目される逃げのロードロイヤルに現在7戦5勝のマッシブバイキング。全員やっぱ秋の天皇賞狙いやろな。中でも別格なんがシリウス・シンボリ。日本ダービー優勝後すぐにヨーロッパへ飛び、イギリス、ドイツ、フランス、イタリアなど世界の強豪と渡り合うた。函館記念こそディクトストライカーに負けたが、実力は間違いなくモノホンや。しかし気合十分。ヨーロッパ仕込みのダンスで会場を盛り上げます。パドックでダンスってまだ派手な。レース前に何の騒ぎだ？こいつ今回のメンバーは皆 G1 級の馬娘だが、トレーナーに言われていることはおそらく一つ。オグリキャップを徹底的にマークしろ。あれだけ注目されて騒がれたんだ。俺だったらそう指示する。お前をできる限り前に行かせないようなルート取りをしてくるだろう。少なくともうちは全て塞がれると思った方がいい。じゃあスタートから先行して逃げですか？いや、
6枠8番じゃそれも難しい。そもそもこいつに逃げは向いていない。私か？それに俺が負ける以上に恐れていることがある。なんだと思う？まんじゅう。大喜利じゃねえんだよ。怪我だ。時速60キロ以上で走る馬娘の怪我は人間のそれとはわけが違う。普通に走るだけでも足を痛めることもあるほどの速度と負荷だ。そんな馬娘が多数マークしてくる。無理に進路を取れば接触、そしていいか、レースでは全員から距離を取るんだ。誰にも触れられない位置を走れ。つまり各馬娘ゲートへ入ります。1枠1番ロードロイヤルは発走除外、11人での出走となります。徹底的にマーク。つまり私はこのレース10人に包囲される。いよいよ小栗さんの秋初戦ですね。結局クラシック登録の件はどうしようもなかったですからね。菊花賞を目指す我々とは別路線。リベンジはまだ叶いそうにありませんか？小栗キャップ、私たちの世代では明らかに別格。いいなというより、あれは異質。この感覚には覚えがある。この間のタマモクロス先輩、そしてダービー馬娘であるメリー・ビューティーにまさかのご馬身差。函館記念を日本レコードで圧勝しました。ビクターストライカー完全復活だ。皐月賞馬娘に甘んじている場合ではない。ダービーで痛めた足、早く治さなきゃ。ああ、俺も走りたかったな。あ、焦る。おお、どうした？すべての馬娘がゲートに収まりました。さあ、いよいよ始まります。 G2 毎日王冠。スタートしました。バラバラっとしたスタート。8番オグリキャップが控えました。先頭は3番メシア・オブ・マイン。いつもよりすごく後方。他の馬娘と距離を取りつつその上で勝たないといけないなんてやっぱり無茶なんじゃ。全体的にスローペースやな。全員オグリキャップの出方を探っとるんか。モテモテやないか。六平の言ってた通り、うちには入れそうもない。あのレースを思い出すな。なら距離ロスは仕方がない。外から早めに仕掛ける。各馬娘、大木秋の手前で一気に動きました。あかん。横一列に。マークしている相手が仕掛ければ動くのは当然。結託したわけではないだろうが、一斉に動けばこういうこともあり得る。邪魔だお前ら。左に7番、前に11、5、19。ここなら進路を完全に塞がれたな。よし、ナイス。何してんだ。うちも無理、外も無理。偶然とはいえ運もタイミングも最悪だった。オグリ、お前注目されすぎちまったんだよ。これでオグリキャップは終わった。あとは私たちの。
ルートがない。日本一の馬娘になれ。ここで負けたら天皇賞には出せん。誰にも触れられない位置を走れ。誰にも触れられないなら採用者と一気直線コースに入った激しい追い比べだ。オグリキャップ来た。マジか。大外からオグリキャップ400を切ってオグリキャップオグリキャップが並んできた。いいね。やっぱ勝負はこうでなくちゃな。シレスタシレスタダイナのヒロインはいっぱいか。ずっと10人にマークされ続けてからの大外、もう体力は残ってないだろ。この勝負私が。嘘やろ G1 級やぞ。全員百戦錬磨の先輩たちや。そんな相手に後方から大外回って差し切る。そんな本物の怪物やんけ。オグリキャップ1着でゴール。重賞6連勝、歴代タイ記録です。やったー、やりましたよ。ほらムサカさん見てください。やっと着いた。すごい。宝塚記念が終わってからというもの、調子が落ちるどころか増すばかり。これなら4ヶ月ぶりのレースでも。もう一杯。たまちゃん電話。もしもーし。今トレーニング中なんやけど。落ち着いて聞いてちょうだい。実は容体が急変して。はあ、何もかもでかいな。岐阜駅くらいあるんじゃないか。上見すぎて首痛くなってきた。コーヒー1杯700円。いや東京は恐ろしいな。早いな。もう見えなくなるとはね。ゴッド、それ紙で見えないだけ。本当だ。81秒0。並走もだいぶ慣れてきましたね。なあ。お、ラッペーさん。ロッペチッ、ムサカだっつってんだろ。ジョー、お久しぶりです。北原さん。北原。お、ヨーグリ元気だったか。北原。おっと。すまない。今日はどうしたんだ。元気か。笠松はどんな感じだ。ライセンスの勉強は。待て待て、一気に言われても。それだけ会えて嬉しいんだよね、オグリちゃん。勉強はしてるよ。早くここのトレーナーになりたいからな。ムサカも読めないようじゃ当分先だろうがな。すっごい根に持ってる。それにしてもすごい荷物ですね。ああ、これな、小栗が秋の天皇賞に出走するってんで、笠松じゃお祭り騒ぎでな。こいつを渡してくれとよ。
できた。呪われそう。下手くそ。怖っ。味があるな。あんた字はうまいんだから字だけにしときなよ。だったらなんかキャッチコピー的なやつをドドーンと書いたら。いいんじゃないそれ。問題は内容だが。これとかいいんじゃないか。いいねそれ。どうだ、笠松の星オグリキャップ。おお。まだまだあるぞ。ノルンからはダンスの DVD、パッケージまで作り込んでる。マーチからは金火山のキーホルダー、地元のキーホルダミニーからは五平餅とニンニク、ー。組み合わせ尖りすぎでしょ。ルディからは米と柿、両親の仕送りチョイス。俺からはこれだ。うわ、どっかの国で厄除けとか願いを叶えるとか言われてる人形なんだが、へえ。オグリに似せて作ってみたんだが、どうだ、似てるだろ。ベルノの分もあるぞ。いいな。芋虫の人形か。話聞いてた？これ私なのか。そうか。芋虫ってお前な。あら、小栗さん、ここにいらしたのですね。そちらは笠松のみんなが私にって。笠松の名物ですか？これは私だそうだ。これが小栗ちゃん？なあ、オグリ。中央は楽しいか？ああ。そうか。おっちゃん。せやな。それしかないな。ロッペ、なんだかいつもと違うな。むさかな。今日は俺も写真撮られちまうんだよ。へえ。つうか、何一言みたいに言ってるんだ。お前も着替えるんだぞ。ジャージなら持ってきたが。違う違う。こいつだ。 G1 は特別な勝負服で走ることになっている。この間の宝塚記念もそうだったろう。そういえば体操服じゃなかった気がするな。そしてこれがお前の勝負服だ。それでは秋の天皇賞に出走する選手に登壇していただきましょう。本レース注目の馬娘です。ダービー馬娘シリウス・シンボリ1600m の日本レコードホルダーダイナムヒロイン8戦5勝と勝率は5割超えマッシブ・バイキング。シリウス・シンボリ選手とダイナムヒロイン選手は G1 経験者。3社ともに勝負服も映えます。先日の毎日王冠では惜しくも敗れ、続きまして今話題沸騰中の馬娘が登場です。重賞6連勝は中央タイ記録オグリキャップ。初めての G1 出走ということで勝負服も初披露となります。セーラー服を基調とした力強いデザインですね。眩しい。そして最後に登場するはこの馬娘。あの皇帝シンボリ・ルドルフも成し得なかった史上初の天皇賞春秋連覇なるか。タマモクロス。さあタマモクロス。待って、まぶしいわアホ。うちの目つぶす気か。
ちゅうかフラッシュなんかたかんでもうちは輝いとるやるが。そうですね。早くこちらへお立ちください。スルーはやめえよ。会場の空気が変わった。いや変えられた。一瞬で場を支配する異彩。それでは出走者の皆様からレースへの意気込みを聞いてまいりましょう。分からせてやるよ。一等星の輝きってやつをな。このレースで強さを見せつけてあげるわ。天皇賞勝ちに行きます。ではオグリキャップ選手お願いします。日本の頂点、いや天下を取る。ずいぶん大きく出たな。ですね。よりにもよってその天下の前で。続きましてタマモクロス選手お願いします。天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念。この秋の G13 つ全部取ったれ。やっと来たな。完膚なきまで叩き潰したるさかい。覚悟しとき。これだ、現役最強の馬娘タマモクロス。紛れもない本物と戦える。次回「ウマ娘シンデレラ・グレイ」第12話「天皇賞秋」